僕あれなんですよ。人の YouTube での初めてなんですよ。そうだよね。まずは乾杯。はい。カリスマ。ぜいぜいぜこれ YouTube 上でお酒飲むの初めてです。マジ？そう。これあんまり表でも言わないですよ。ちゃんといいものは持ちたいと思ってて、俺のこれあんま言ったことないんですけど、本当多分言ったことないな。マジで初だし、こんなくれんの？やっぱもうローランドさん言いたい。嬉しい、言ってよ。俺の中で。すごっ。いきなり、いや、ありがとう、ありがとう。ローランさん。このそれスノぶりをね。ねえ、お久しぶりです。ようこそ。ここは僕ありがとうございますのオフィスでございます。すごいっすね。なんかもうサロンみたいになってますね。そう、ちょっとおしゃれにね。ね。オフィスを作ってデザインして、これで、ここが R カフェっていう。カフェあるんですか？そう、カフェあるの。待って、めっちゃ面白い。スタッフさんがここで、スタッフたちがね、食事したり。社食みたいな。そう、社食とかで。にしてはなんかめっちゃおしゃれなやつ。そう、結構本格的にね、やってて。で、今、さっくんに出すための。お、実はね、さりげなくしとけますね。ありがとうございます。やった。あとは、うわ、これでもスタッフびっくりするかな。待って、本当にオフィスだ。そう。え？ここが、まあ、美容部門のバックオフィスになってます。彼女たちは今平常心を保つのに必死で普通の仕事ぶりを全く言ってない。だから本物と信じてない可能性もある。お疲れ様です。お疲れ様です。でここが社長。ここなのよ。社長すごい。これ社長室。いやーもうかっこよ。自分の写真飾ってやっぱこういうところはねまだ自己顕示欲隠しきれない部分がねあるんだけどめちゃめちゃでもめっちゃ面白いじゃないですか。ありがとうございます。かっこよ。自分の写真とあとはまだここでね作業とかしてて、はいここはやっぱさっき待って俺いる。さっくん来るってことでありがとうございます。いつもさやっぱ自分の会社大好きだからここは結構僕にとっての神聖な場所なんですよ。俺にとって神聖な場所なんだけどわざわざさすがにさっくん来る時にさっくんより上に俺の会社を置けなかった僕あれなんですよ。人のそういう企業系関わってないので言うと人の YouTube での初めてなんですよ。そうだよね。そうなんです。イメージなくていや本当にマジでよく出てくれたなと。そう唯一クロノスの時計を語る YouTube に出たぐらいで個人の YouTube っていうのと本当初めてで。いやだからもうこれは俺らの中だからこそみたいなところもある。これはマジで本当そうです。嬉しい。マジで話聞いてローランドさんが俺にみたいな。そんな逆に俺逆にさっくんが出てくれるのだって。いや本当ですか。もう本当に求めてくれてるんだなっていうか。そうそう多分さっくんが思ってるように俺はさっくんのことが好きで2人で話すが初だから俺多分ね話した1時間後にあ本当にこいつ俺のこと好きだなって気づくと思う。なんか嬉しいそれは。ちょっとさ面と向かって言えないしさ収録中さやっぱメンバーもいるからさちょっとねありますよね。単品さっくんにさめっちゃこういうとこ好きなんだよって言えないじゃん。やっぱりあんまり最近忙しくさせてもらってるともあってお酒をがっつり飲ませてもらう機会って飲める機会なかなかなくて飲めてもたまに一杯飲んで次の日の仕事をね頑張らないといけないもんね。そう次の日の仕事とか喉とかもやっぱそうだよ考えてあったんですけどなんと明日オフなんです。マジで明日オフなんだ。そうだから今日は普通にローランさんとお酒飲むの楽しみ。いやそれは嬉しい。ありがとうございます。こちらでございます。で社内にさバーカウンターあるのよ。どうぞどうぞこちらで。いやありがとうございます。座ってここに。ありがとうございます。ゲストなんで。いや俺は今日はバーテンダーをそっちやります。中に帰ります。お酒を作るんですか？普段はあんまりこっちの中に入ることないけど、はい。やりますよ。何飲みますか最初？何がある？おすすめあります？おすすめで言うと、このドンフリオっていうドンフリオ？そうこのテキーラなんだけど、テキーラ？テキーラはマジ普で段飲む？テキーラ飲んだの、最後飲んだの多分数年前ですね。結構前だ。なんかこうやっぱ若い時というか20歳になりたての時から20代前半で、正直な話罰ゲームぐらいな感覚で死ぬほど飲むみたいな。ショット系のなんかあんまり味わうとか多分さその罰ゲーム的な
あれでしょ、位置づけでしょ、多分。そうなんですよ、イメージの中で自分の中では。ああ、だからだとしたら、は一回騙されたと思ってちょっと飲んでみてください。そのパーティーグッズみたいな、そういうなんか罰ゲームみたいなさ位置づけからありまして。ちょっとびっくりすると思う。なんであの年代の時ってあんなにテキーラばっかり飲むんですか？まあなんか手軽に酔えるみたいなところなのかな。確かに。そういうところだと思うけど、これはオスカーのこう場所でもこう提供されてたりとか、あとはまあそのスーパーボールアメリカのとかの場所でも提供されてたりとかするから、もそんなすごいやつなんだ。うなんですよ。だっておしゃれ。でしょ、ボトルもかっこいいし、ね、かっこいい。だからまあ本当にふさわしい場所でいうと、そういうハイクラスな場所とか、なんか特別な瞬間とかに乾杯できるテキーラっていうコンセプトでこの会社さんが作ってるっていう。で俺もね本当飲んでみたけど、はい。なんかテキーラのまあわちゃわちゃしたパーティー感がある味とかじゃなくて、ちゃんと飲み物として美味しい。気になる。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。すごっ。乾杯しよう。乾杯。うま美味しいでしょ。い。全然嫌じゃない。そうなのよ。なんかこのねテキーラの従来のただ酔うためだけの手段みたいなお酒から楽しむ、なんかこう本当の意味でのお酒でのポジションにこう昇華されてるみたいなのがこのドンフリオという。テキーラならではの匂いってあるじゃないですか。あるね、独特なちょっとね。あれがもう若い時にうんあれ飲んで潰れてみたいな。ああ、そう嫌な記憶とさリンクするじゃん。そうってなってたのに全然嫌にならないんでしょ。なんか味覚と記憶ってリンクするからさ、その時のさ二日酔いの悪しき記憶とかとリンクしちゃうわけよ。だから俺はその今までのテキーラに紐づいたこの記憶を、さっくんの中の、まあ、ちょっとこのドンフリオで上書き。上書きしたいなっていうのをちょっとしたミッションでうわー嬉しい。あります。じゃあ座ってもいいですか？ぜひぜひ。俺なんだったらマジで今日楽しみすぎて、ここに来るまでの1個前の仕事からここに来るまでの移動の車でビール飲んできた。うわいや俺ね実はねその話マネージャーさんにさっき聞いて本でなんか俺個人的にそのエピソードすごい嬉しくて、っていうのもなんか本当に嫌だなと思う現場とか、てか楽しみだなと思う現場じゃない限り、事前にちょっとテンション上げてなんか楽しもうのもウォーミングアップを俺ならしないわけよ。だからそのエピソード聞いて、あ今日さっくんちゃんんと楽しもうとしに来てくれてんだみたいなのが嬉しかったね。いやそうなんですよ。だから車で運転してもらった時にマネージャーに今日今からさローランドさんと飲むじゃん、一杯飲んじゃおっかなとかいやそれが嬉しいわ。ウキウキだった。ちゃんと楽しみにしてくれてて本当。いやありがたいでねこちらもおつまみなんですが、俺がやってるこのねレストランのベラノッテっていうレストランのレストランもさっきも確かに飲食店やってたけど、やってて、どこにあるんですか？大久保にあるんだ。そうなんだ。そう本当にカジュアルに食べながら飲みながらやった。美味しそう。でまあちょっとバーテンダーも僕はやりますんで、ありがとうございます。さっくんが特に指定とかがなければ、俺のおすすめなカクテルぜひぜひ。俺あとあれっすわ。何？そのさっき人の YouTube に出るの初めて言ってたじゃないですか。おう俺 YouTube 上でお酒飲むの初めてです。マジ？そうなの。だからまあでもそうだよね。いろんな初めてだけど、ローランドさんだったら一個。いや嬉しいわ。そうローランドさんの YouTube じゃあこれが記念すべき1杯目になるってこと？そうです。人のチャンネルで酒を飲むそうこの最初の1杯を。でスノーマンのチャンネルでもお酒飲んでないんで。うわマジ？ YouTube 初飲酒。じゃあちょっと記念すべき1杯目のね、ドリンクはドンフリオに譲ったから1杯目のカクテルをちょっとローランドが担います。やった。テキーラサンライズはこれ聞いたことある？聞いたことあるけどやっぱテキーラってだけで飲んでなかったな。ああまあね。だから確か気になる。嫌悪感とか一回回避しちゃうよね。ちょっと構えないと飲めないよね。テキーラっていうそうだよね。今のクルクルのやつでこれがドンフリオのまあちょっと若めの熟成してないものになってて、まあ、これはあんまり癖ないから多分ねそのカクテルと合わせても美味しいと思うし。そうおしゃれ。そうなんですよ。濃さどうします？本当にちゃんと飲みたければちゃんとメモ作るし、ウォーミングアップ欲しければウォーミングアップ。いや一応ウォーミングアップにしてそうで気に入ったらまた作るみたいな。そうだね。じゃあそうしよっか。これご飯も美味しい。ご飯も食べてよ。
テキーラサンライズはは俺さ夜型じゃん。い。うんうん。だから夜型なのよホストいやが。やっぱ夜の帝王やってるから。そうでサンライズがこう俺大体さ朝焼け見ながら寝るの。なるほど。そうだからそのテキーラサンライズにさそのなんか朝焼けみたいなさ、そういう情景をさ名前にこうねつけられてるから。そういうあれなんだ。そうそうだから俺このカクテル結構好きでさ、えなんか朝焼け見ながら寝るのがこうホストのすごいそれ。まあロマン的なものというかさ。それは普通にこうソファーで寝落ちしちゃうとかもあるってこと？いやちゃんと寝るんだけどベッドで。その前に窓大きいじゃんうち。大きい。そう朝焼け見ながらなんかみんなが起きるタイミングで俺今日も頑張って寝るのかみたいなさ、そういうさエモさがこのカクテルにあってだから好きなんだよね。名前からしてそうエモいんだやっぱり。本当ははい。まあカシスを入れてちょっとここでグラデーション作るんだけど、まあちょっと今日はねやっぱオレンジしかなかったんでまあそれで代用しますが、いやいやいや、ほらそういう宅飲みみたいなもんじゃないですか。まあそうね思い入れのあるね、前にもやった。そう俺が朝見ているこの景色をちょっと投影したカクテルに初めてだなり本当ます。に。はいじゃあどうぞ。ありがとうございます。じゃあ俺も同じやつ飲もうかな。ぜひぜひじゃあ一緒。にね乾杯しよう。ね。じゃあねこれがローランド自作のテキーラサンライズちょっともどきになっちゃってますが、いただきます。俺ガチの5歳で飲んでる。全然平気だ俺。いける？もうちょいじゃあ。もうちょい入れて全然いい。もうちょいいく？全然いける。うまっ。うまっ。癖の。前にね、ローランドさん家お邪魔して。そうね。だから裏のさエレベーターがメインエントランスでいやさすがにスノーマンとメインエントランスが上がるねと思ってさ汚ね裏のさマンションのあれから上がってさもう通ってくるんでね。ね。いや、そう言って、で、そこで初めてローランドさん家行って。そうだよね。で、うわ、YouTube で見たまんまだとか言って、それで、じゃあ飲もうぜって言った、そっから1時間飲んでから、俺が2時間寝るって。寝てたよね。寝てたのよ。人ん家でお酒いくら飲んでも寝ることあんまないんですよ。そうだからなんか多分そうだろうなと思ったからそのなんていう三大欲求のうちの1個の睡眠欲をうちの空間でこう満たしてくれるぐらいリラックスしてくれたのかなと思ったら。いや、マジでちょっと落ち着きがでもね良すぎて。あの時はね素のさっくんだった。ですいや素のローランドじゃなかった。で、スノーローランドとスノー佐久間とスノー宮だといいか。そうよね。楽しかったな。まあそういうさきっかけでなんか仲良くなれたのもあって今日来てくれたのかなっていうのも、いや、本まあち当にそうなんです。ょっと感じてるし。だってあれ2024年だったってさっき写真見たら。そう10月。そう、10月それの。そうだよね。そう、で、未だに覚えてるし、だからあれからどれぐらい経ってんだろう。1年半ぐらい経って1年半ぐらい。だからそれぶりなんでめっちゃ嬉しかったですよ。ね。そうね。でいい記憶しかなかったというか。よかったもはやよかった。そうちょうどさ、ん映画も見に行ってね、スペシャルズ、そうスペシャルズ見たのよ。僕佐久間が主演の映画をやらせてもらってまして、であれは本当にサックに興味があったのもそうだしなんかそのまあ普通に映画見るの好きだからさ、行ったのよ。はい。気になったのが何個あったからちょっと普通にミーハー目線で聞きたいんだけど、まずさ、はい俺ヘンリーネックの黒とさサスペンダー着てたじゃん。はいはい俺格好結構ツボなんだけど、そうですちょっとさまくってたじゃん腕、はいあれなんかさ腕太くなったかなと思って筋トレしたのあれは。そうなんですよ。あれ結構がたいよく見えるじゃないですか。見える見える。だから近所してなくて、うんうんたまたまいい時期だったのか、あとそういうのを結構衣装合わせの時に内田監督がやっぱ強そうに見えたいからっつって、まあ殺し屋ね。そうですよ。でいろいろ選んでくれて、これ着てみてみたいになってきたら、お、めっちゃなんか結構ピッタピタで、めっちゃいいじゃんみたいな。これでいこうって速攻で決まって、でもあれがやっぱ逆に効いてたというか。あそうだね。いやなんか俺筋トレたっくん役作りでやったのかなと思ったらそういうわけではないんだ。そうなんですよ。たまたまうまい具合に多分ちょうどあの役にはまったというか。佐久間クラスのやつも役作りしなくても役がついてくるんだ。いやマジで腕太くて殺し屋っぽかったのよ。ね、めっちゃ通るんですよね。そうだから元伝説の殺し屋っていう役どころなので、それのおかげでもより説得力が出たというか。そうだよね。体がやっぱさそう結構その出来上がってるし物語そうそうそうやっぱ細いとねちょっと弱そうに見えるそうだね上がってて。あと多分これはまあネタバレになるかなどうか分かんないけど、俺がさあの映画で一番サックにキュンとしたさはいシーンがあって、で俺のさまず最初のさ予想を言うからさ、はい実際どうだったか教えてくんない？俺は一番キュンとしたシーン全部良かったんだけど、なんかさ施設のさはいまあ中のスタッフさんっていう役柄だったじゃん。はい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 。施設の子供たちと
なんかこうみんなでわちゃわちゃするシーンがさありましたありま描した。写であるのよ。ちょっとストーリーとちょっと離れてる感じのそうそうそうそ踊ってるやつうでしょ、はいあるじゃん、そこでなんかさっくんの隣にねこれぐらいの男の子がいて、あります身長ちっちゃい子、はいねその男の子と目線合わせるためにさ、さっくんがさそこでしゃがむのよ。おうほいほいほいで俺それ見て、あ絶対さっくんは子供好きだなそう子供好きじゃないとまずさ目線合わせないよ。で俺って結構ちっちゃい子とさ話す時に目線合わせて喋ること意識してるの見上げると子供って怖がるから、本当に子供好きな人って自然とやっぱさ同じ目線で話したくなるの。確かにで俺は絶対これ見た時に、さっくん子供好きだしこれアドリブだなと思ったんですそれ実際どう？実際マジでアドリブです。そうだよね。確かに言われてみればあ子供に対してなんかする時とかって自然とやってたんですよ。やっぱそれがやっぱりなんかなんていうんだろうな、目線合わせに行きたくなっちゃうというか、子供大好きですし、だったんで自然とやってたけど言われてみて、確かにそうか無意識にやってんのよ。だから俺それ見た時になんかそのさっくんのなんかさ、その人生の先輩として子供に接してる瞬間がなんかちょっとキュンとして、嬉しい。なんかそれ俺の中でのあの映画のはいろんなストーリーの良さあった中での一番のハイライト。てかめっちゃ細かく見てくめっちれてる。ゃ細かく見てる。あと面白かったのがなんかさすごい言ってくれる。ダンスをさそんなになんかなんていうのできない設定にしなきゃいけなかったじゃん。そのブランクありますみたいな、はいだからダンス下手な演技しなきゃいけないはずなのに、やっぱねうますぎてねちょっと出てるんですよ隠せてないのよ。さりげないステップがスノーマン出てるのよ。マジか。そう俺の中でやっぱ踊れる人踊るじゃないですか。自分が踊れない人を演じるってどうそうだよね。これぐらいはできんのかなっていうので多分だからさ G 下手な人がさ、G 上手い人が、はい G 下手に書いてくださいがさ、はいはいはい歌うまい人がさ歌下手な役する時あるじゃん、はいああいう時ってやっぱさ難しいんだろうなと思ってさっくんがどういう演技するのかなと思って見てたら、やっぱ心の中の佐久間が見えてましたよ。ダイヤにちょっと投影してやっぱねステップがうまいのよ。あれまだうまかったうか。まいのよ。だから俺ね多分そんなとこ見てるの多分ねあんまいないと思ういやけど。しかも初見でそこまで見る人なかなかいないからだよね。深い読みが最高にそうでも本当にそれぐらいちょっと入り込んじゃって嬉しい。本当カメラ回ってなければ、いエンドラストシーンからのエンドロール。のエンドロールのあのシーンとかめっちゃ聞きたいけど、それはもうもちろんねいや劇場で見てくださいって話になると思いますので、もうまだやってますんで、映画スペシャルぜひ劇場の方でよろしくお願いします。本当にもう小沢仁志さんとか、椎名桔平さんとかそういうやっぱこう任侠の映画だったりとか、だってねアウトレイジとかも出てたようなね。レジェンド級の役者さんと一緒に踊っておりますんで。これは見てほしい。で俺と同じ着眼点で見たらマジでね一回見出したらもう一回見てほしいの。そのさっくんのさりげないさ、さなんかこうかかとでさ移動するあのステップあるじゃん、あれなんていうの名前。どれだろう。このかかとでなんかこうさ動くやつこうクラブかな。これそれを多分やってたのよ。ちょっとダイヤでダイヤでダンスがそんなにまだ苦手みたいな描写の時のそのステップが佐久間だったのよ。うまかったのよ。もうバレた。いやバレてた。嬉しいな。そうで軽くねちょっと今日はさっくんに来てもらったかあら、はい俺もさ今日はさっくんのさいいとこね、俺にしか褒められなさそうな観点で優しい気持ちよく返したいと思ってね。俺ね待って出た。カンペが全部見えるさっきさ有名なやつだ。そうなのよ。俺自分の会社作ってんの。いや本当にクールだと思って。俺自分の会社作ってるんですか。自分の会社作っててさ、で俺はこのサングラスすごくクールだと思って、いやかっこいいですよ。作ったんだけど似合ってるなんか結果的にネタバレサングラスみたいなパーティーグッズとしてめっちゃ売れたのよ。マジで。複雑なのよね。まあ意図とはせずだけど意図しないモチベーションでみんなが買ってると思ったら、確かにね。でもちゃんとそれで流行ってるってのもそう。まあそうね時代結果的にね。そうだからまあネタバレで映っちゃってるかもしれないけど、俺ね結構ねさっくんのね、まあこんなどんなタイミングじゃなきゃ褒められないよなみたいなことね、結構ねまずねカンペにあるんだけなんど、だろう書き出してくれてたわざわざ。うちのさまず視聴者がさ、結構男性が多くて、そうだからもう100万回ぐらい聞かれてるけど、生い立ちからデビューまでもうほんとさらっとでいいから一回ねちょっとね話してほしいんだけど、いろいろまあ個人的に知ってるんだけど知らない手で聞いちゃう部分もあるんだけどさ、デビューも早かったと思うし、俺
ちょうど小6ぐらいの時に信太をプロデュース好きでどうせだか分かると思うけど、であの時修士と明のさ青春アミーゴはいの MV で MV にさ俺出てるのをはいなんかで知ったのよ。あれがマジでうん俺初めての仕事がそれだったんですよ。みたいね。そうショッピーそうそうそうとかも出てるやつ。そう渡辺も出てて、渡辺俺の2ヶ月ぐらい先輩なんですよ。であいつ違う仕事絶対やってんのに、それが多分一番目立つ分かりやすいお仕事だから、あいつも初めての仕事それって言ってんですよ。全然違うお前ずれるだろみたいなエピソードとして強いからね。そういやであれさもう小6なんてもうテレビの向こうの人だったからヤマピーとかさ。いや本当ですよね。だから後にその事実を知ってさっくんがあれの MV に出てるって、はいもうさ小学6年生が中1なんて、ただボール追いかけて晩飯のことぐらいしか考えてない時にこの人は働いてたんだと思う衝撃とかもあってだからそういう部分もさ掘り下げてみる多分さ今までさっくんの名前しか知らなかったみたいな人もより感情移入してくれると思うからなんかまあ軽くなんかそういう話とか聞けたらなと思う。嬉しいの。で僕は、いや1992年で同い年で、4月5日7月5日ちょっと先輩なんだよね。何ヶ月かなんいやか俺7月27だから22日だから俺人生の先輩なのよ。俺の方が年上なの。そうなんだよ。実は22日だけ俺の方が先輩そうなんです。そう年上なんで。まあ同世代で92年生まれてそうでその時が子供の頃からめっちゃ人見知りでめっちゃ人好きになれなくて信じてなかったんですよ。なんか人のことを。そうだから親も他人だと思ってて、いや結構特殊だね。そうなんか知らないけどちょっと客観視してたというかいろんな自分ませてるね。そうなんですよね。だからちょっと多分子供っぽいなと思うのはちょっとしたことが気に食わないと、それがずっと気になっちゃって、なるほど自分の中で消化しきれない。そうなんですよ。許せないなってなっちゃって、でいつも黙ってたりする子でなんか怒りをあらわにするよりも、黙ってもうこの何が嫌なのって言われてもいやこの気持ち言っても分かんないしな。結構さませてない。それどれぐらいの記憶なのそれ。でもこれ本当にもう幼稚園ぐらいかな。ってことはさ4歳とかってことでしょ。自我の芽生えめっちゃ早くない？そう考えると確かに多分繊細だよねそう考えたら。そうですね。なんかなんやかんや親御さんがささっくんのことをさ可愛いねって言ったとしてもさやっぱ他人事だと思ってこれは俺の機嫌を取ろうかなみたいな考察してるってことです。そう信用しきれないからはい親だからねみたいな。なるほどね。で子供の頃からずっとそうなんで、でだから表現するとか、人前で目立つのも大っ嫌いだったら怖かったというか、だから人目も避けてたし、人の目見て喋れないしみたいな黙って過ごしてたんだけど小学2年生の時に、うちのお母さんが、こうダンスを誰か子供でやってくれたらいいなと思って、それぞれ3人でうちに俺の兄ちゃん2個上と下に2個上で2個下で弟がいるんだけど、男兄弟3人ダンスを受けに行ったの。ママがね。そうしゃべくり出てた。そうでどうかなと思ったら、一番俺がハマんないだろうなとお母さん思ったら、一番いや楽しいかもって言い出して、で唯一の表現を初めてそのダンスで知って、小学2年生。じゃあ10歳とか9歳ぐらいの時ね。いやそうでその時に、でもやっぱ習い事ってだんだん嫌になってくるじゃないですか。まあ義務的なね本当に好きじゃないとね。なんか行くの嫌だなみたいな、何が嫌ってわけでもないんだけど嫌だなみたいな思って、なんかお腹痛いからいいかもとか言ってちょっと休んだりとかするようになったりして、そんな時に2個上のいとこと遊んでたら、足の骨折っちゃって、たまたま俺がそうでこれじゃダンスできないねみたいな、言ってまあいいかなと思ってラッキーぐらいな、休めるしって思ってちょっと経ってから発表会があるとダンスに、でそれ見に来ませんかって言ってくれて先生が。じゃあ親に言われるしじゃあ見に行ってみるかと思って見に行って、そのリハーサルを見てみたら、めっちゃ楽しそうだった。なるほど。リハーサルってことはさ人がいない状況でやってたそのステージで見てるのだけでも、そうなんかその稽古場でこういう構成で踊ってこれ次この人たちで出て踊ってみたいなやつ見てて、めっちゃ面白そうだなってなって、なるほどね。待って出たいって初めて言った。能動的になった瞬間だ。今までじゃ義務感でなんとなく言ってたダンスがやりたいことに変わった瞬間がそのリハーサルの瞬間だったんだ。そうなの。でそこからめちゃくちゃダンスが上達して、でどんどんダンス好きになって、そしたらやっぱりそういうので初級中級上級とかクラスがあるんだけど、
初級にいたのに急に上級まで行って爆乗りしてそうでダンス大好き、ダンス踊れたらいいや以外のなんか楽しいのゲームとかアニメぐらいしかないぐらいな感じだったんで、学校も全然好きじゃなかったし、ダンス踊れたらいいな、将来何になりたいのにって夢言われても、なんか踊れたらいいなぐらいかなって。だからディズニーダンサーとか、俺関西出身なんで隣の駅が人生だね、そうだね、ディズニーダンサーになれたらいいなってずっと言って、そしたらある時その中学校になってから、うちのダンスの先生の奥さんがうちのその事務所に、アイドル事務所に履歴書送ってみたらって言い出して、その方がサポートしてくれたったのね。そうですで記事で、お母さんに言って、じゃあお母さんそんなに言うなら次一回送ったら、オーディションの話来て行ったらなんかこういつの間にかお仕事決まって、青春アミーゴの M に出て、じゃあ結構さデビューまでっていうか本当初仕事まではさ、トントン拍子だったっていうところもあるし、あとはこの話からさ言えるのはさ、やっぱさ上手くなるってさ一番そのなんか練習をさ義務と思わないけど好きになるっていうかさ、そうなんですよ、好きこそものの上手なれっていうじゃん。そうまさにその典型だね。もう本当になんかいろんなところでもやっぱ、ダンスってどうやったら上手くなれますかっていう質問されることあるんですけど、絶対言うのは好きになったら勝手にそうなんだ、やっぱそうだよね。その話聞いてそうだね。いや本当にでも思い返してみたらさ、俺も結構話すの好きで、でもなんでこう上達できたかってやっぱさいろんな言い回しとかいろんな人のさ対談とかを見てこうやった人って気持ちよく喋れるのかなとか勉強するんだけど、その根底はやっぱさ俺人と話すのめっちゃ好きなのね。だから多分さお互い似てるとこあって好きじゃないとやっぱさ頑張れないし、好きになったら頑張れるんだろうね。めっちゃわかる。だから今はもういろんな仕事をやれるようになったりしても、やっぱ好きなものしか仕事したくないという自分もあって、ちゃんとあとは知らなくても向こうからこうオファーがあって、じゃあ一回それ知ってみますねって言って、それを好きになったらじゃあこの仕事受けますみたいな。じゃあ結構さ損得感情よりも自分の感情を優先するタイプね。そうなんですよ。素敵だね、ロマンを大事にできる。そうやっぱりでここで楽しそうだったらみんなも楽しくできるかなって思って、そっかそっか。でそっからじゃあ初仕事から、でもさそのデビューまではさどちらかというと俺苦労したユニットだと思ってて、なんかその辺の話とか、デビューまでのお話聞きたいってさっき言ったから、そこのからのデビューまでのさ、十数年とかをさちょっとまた掘り下げられたなと思うんだけど。そうね、だから入って、最初の12年は本当に引っ込み思案のままだった、でもダンス踊れるからいろんなお仕事に呼んでもらえてて、なんだけどいろんな先輩見てて、やっぱりいろんなアイドルがいるわけじゃん、うちの事務所って。そうね。それこそ一番近くで見てた先輩はキスマイ兄さんですよ。キスマイグッドツーがまだジュニアの時でバリバリで先頭まだデビューしてない時。もう一杯だけいただいていいですか。もうそうなんです。で見てかっこいいとカトゥーン兄さんがバックついてかっこいいとか、いろんな先輩見て歌ってみたいなって思い始めて。ダンスから歌に興味がいった瞬間。そうなんですよ。でもっと前出て喋ってみたいな、でも怖いな、だしやっぱ正直、ああいう全員で競争してる場所じゃないですか。誰がデビューできるかね。そう楽しいけどちょっと殺伐としてる。わかるよ。だからちょっと出る杭ってやっぱ打たれるっていうの怖い。弱肉強食のね世界だもんね。でちょっと怖いなと思ってた 1,2 年を過ごした中で、いやダメだな、このままじゃ本当に自分出れないしこのまま埋まっちゃうと思って、もう人に嫌われてもいいという努力をしようと思って、もういいや、じゃあとりあえず前出て目立ったもん勝ちだろうと思って、自分から前に出るようになって、そっから性格が全部変わって。そうなんだ、演者向きの思考にそこでなってったんだ。そうでそこからどんどん変わっていつの間にかグループを組んだりして、でもその中でも俺ら SnowMan、でもともと6人だね。後から合流組もねいたりとか、その6人で SnowMan の時代までも、ちょっとあったんだけど、6人の時って何が俺らできてたって、ダンスはめちゃくちゃうまいね、先輩はバックに呼んでくれる、ライブとかに仕事をいっぱいくれる、ただトークとか、前に出るバラエティー能力ね、いわゆるね。前に出る性格の子が全然いなくて、おとなしい子ばっかりで、気使っちゃって。でSnowMan って MC が苦手だよね、前に出れないよねっていうすごいレッテルみたいなのもすごいあって、悔しい、なんだろう、どうするんだろうと思った時に、じゃあ、俺が先輩に食らいつくからみんなが俺を「おいやめろやめろ」みたいなので突っ込みに来てよみたいな、そしたら俺が1個前出てみんなでそこに1個前に出るから全員で前行けるよっていうので
やり始めたんですよ。あ、それがじゃあ切り込み隊長って言われる由来本当そうですね。なんだね。はい。ああ、面白いね。知ってくれてるの嬉しい。知ってる人もちろん知ってるよ。そうだからそっからそういう流れになってどんどん前に出れるようになって、でもやっぱ年齢的にもこのまま仕事続けてていいのかな。デビュー CD デビューしないイコールまあデビューではないっていうね。なんか就職ではないみたいなのがあるので、20歳も超えてなんか周りの人は俺ら同級生はみんな手に職つけたり、家庭もまあ大学も卒業してたりとかしてね。とかやってんのにいいのかなって思って、みんなちょっとなんか同い年だし恥ずかしくて仕事の話面と向かってできなかったんですよ。まあなんか気恥ずかしいよね。今更感あるしね。そうだったんだけど、これ一回話さないとダメだな、だんだんバラバラ向いてるかもと思って、みんなも感じてて、でみんなをそんな引っ込み思案だったら俺がみんな集めて、一人ずつに声かけてご飯食べに行こう、でお店も用意して、みんなでそこでじゃあなんで集めたかっていうとみたいな、なんかやっぱりこうみんなこう今なってんじゃないかなみたいな思って話し合おうよみたいになって、正直一人ずつ聞いたらみんな同じ意見で、やっぱここの事務所でアイドルになりたくて入って、ここの事務所でアイドルとしてデビューしたい、CD デビューしたいっていうのが結局同じとこ見てんじゃんっていうのが分かって、じゃあこっからみんなで肩組んで行こうぜって固まった瞬間から主演の舞台が SnowMan で決まったりとか、オリジナル曲もらったりとか、どんどん乗ってきて、でそこでこう頑張ってそこでもまた一回折れそうになったけどまた頑張ってみたいなのやったら、で3人が入ってくれて、メメとかが、はい、目黒、ラウール、向井が入ってくれて、よりこう強力になって、そしたらデビューが目の前に来て、いざデビューしてみたいな。なるほどね、そういうストーリーが、いや結構強いの長村さん。いやいや全然面白かった。いやだから今のさ、さっくんの話聞いてて、俺が思ったのはなんかさ、自分のさ内面を好きになれない人って結構いると思うの。例えば引っ込み思案だったりとか、なんかあんまり人に優しくできないなみたいな。でもさ、性格って生まれ持ったもんだからあんまり変えられないんじゃないか後天的にみたいな人も悩んでる人もいると思うのよ。でもさ、今のさ、さっくんの話聞いてたらさ、昔は引っ込み思案だったのにさ、あることがきっかけでとかでさ、内面も変わってるわけじゃん。となるとやっぱこの映像を見てる人って性格って生まれつきだけじゃなくて後天的ななんか出会いときっかけで変えられるんだみたいなところもさ、知ってくれると思うし、確かになんかまあ今だけ切り取ると SnowMan ってさもう単体で売れてるからさ、なんかあんまりその苦労話とかもないのかなって思って見てる、特に名前しか知らない方とかはありますよね。やっぱそういう葛藤がさあったんだなと思うと、なんかやっぱ人って苦労した人好きになっちゃうじゃん。いやー嬉しいですね。やっぱりね、俺たち SnowMan がその時、一番デビューまでジュニアからデビューするまでに一番時間かかったグループって言われた。そうだね、15年ジュニアやっとデビューで。苦労人側だもんね。そうなんですよね。どっちかっていうとさ、いやそれもやっぱりこう、家族のためにデビューしたいとか、やっぱこんなに応援してくれてるのにデビューできなかったって言いたくないのになんか救われないかなとか。そっか、そこの意地もあって。で面白いのがさ、俺伊達ちゃんと会ったのデビュー前なの。そうなのよ。でなんか伊達ちゃんとかと今でも本当に損得感情なしで芸能人とか忘れて今でも飲めるのって、なんかさ、売れてからやっぱ伊達ちゃんも本人も言ってたけど、売れてデビューしてから仲良くなる人とやっぱその前から普通に損得感情なしで誘われをできた人ってやっぱ俺の中ででかいんだよねみたいな話をしてたのよ。いやめっちゃわかるな。そうで、なんか初めて会った時に同い年だしさ、なんかそう話もあって、その時その SnowMan って名前正直知らなかったしデビューもしてなかったけど、なんか一緒にいて楽しいながあったから、今でもこうなんか友達同士として損得感情が会えるのかなみたいなさ。いやいいですよね。いや俺も結構やっぱり親友って呼んでる友達が4人ぐらいいるんですよ。みんなやっぱデビュー前からもう知ってて応援してくれてたりとか、ちょっとなんか飲み行こうぜって言ったらすぐ来てくれたりとか、お互いにこっちも行ったりとか、それ気の知れた仲みたいなのがやっぱだから逆にデビューして出会う人ってやっぱそこら辺難しかったよ。SnowMan佐久間としてさ、こう先に知られちゃうとやっぱさ、本当の腹割ってなんか話すの難しかったりとか、どこまで話していいんだろうこの人と。そうだよね。やっぱちょっと考えちゃうとこはあるから、なんかフラットにこうやって飲める中ってやっぱデビュー前にあのタイミングで伊達ちゃんとかとか出会えたきっかけで、その派生でやっぱさっくんもなんかああいう飲み会でさ、いかに俺らが損得感情ないかとかをさ、多分
演者としてはリスクマネジメントを考えながらさ俺らの会話見てたと思うの、でその中で本当にこいつらなんかただ飲んでるだけだなみたいな感じてくれたのかなとか思っていやそうめっちゃ楽しかったんだよな、ねど飲み。そうでそんな生い立ちを聞いたところで、俺はまだ聞いてくれる？俺はねさっくんのねいやこっから俺褒めるフェーズ行っていい、俺ね褒めてとかいっぱいあるんだよ。その前にちょっと恥ずかしくなりそうだからまだちょっともう一杯だけいただきます。全然。今日俺、この YouTube 出るってなって、マネージャーさんに、衣装さんとかどうしますみたいなスタイリストさん呼びますなって。でもローランドさんのところでお酒飲むんでしょみたいな、やっぱしっかりかっちり系なのかなとかいろいろ考えて、じゃあだったらもうでもそれよりも仕事ってよりも俺ローランドさんと飲めるってなると友達飲みじゃんっつって、で一応しっかりとした学校でやるけど俺私服で行くわってこれ全部私服。私服なんだ、自前なんだ。いやめっちゃ嬉しい。ガチガチの自前。じゃあそれがもうクローゼットにかかってるのそのまま。そう一応こういう時とか、あとちゃんとした時用にスーツを3着ぐらい持ってて、それの今日はこれを着てくる。いやーなんか嬉しいな、それはテンション上がっちゃうな。いやただもうね友達の店だと思って。そうね。じゃあそんなさっくんにもう一杯だけカクテル作っちゃったりしようかな。まあ生い立ちフェーズはね多分ね何百回話してるからさ、まあその一応視聴者の建前的なものとかもありがたいです。ある中でこっからは俺に思う存分さっくんを褒めさせていただきたいんで、これアイスもらっていいですか。これある。さすが早いな、うちのマネージャーでございます。どうもありがとうございます。いつもお世話になってます。いや逆にそれの利用いっぱい来てくださって。いや本当ね、本当にありがたい。阿部ちゃんとだって海外のロケもね一緒に同行して、いや俺その時知らなかったのが、そのマネージャーさんが元 AD 出身なのね。でそれこのロケってさやっぱさその予算感とかもさもちろんあるじゃん、大人の事情が。だから結構人数絞っていったの。俺うちのマネージャーさんがカンペ持ちと4カメの4カメ側のカメラもなんかちょっと持ってたりとかして、マジそうしかも海外に留学してた時の語学力も生かし、なんかねピクサーロケね俺の中でいろいろね、だからもうそれを支えてくれて支えてたの。だから時の映像のカメラの4カメは撮ってんのうちのマネージャーが。すいません本当にね、その分のギャラ出した方がいいってうちの番組が僕にすいません本当にありがとうございます。でもあれで絆が生まれたみたいになって、そうだからさ、なんか立ち入り禁止ロケのホーム感って、多分そういうさ思い出の積み重ねなんだな。なんかこうみんなで作ってる人たちね、あれそういうのいいですね。しかも海外ってなるとさやっぱりなんかなんとかしなきゃいけない。違う、俺のことを知ってる人はもちろんアメリカ人いないし、スノーマンのこともやっぱ阿部ちゃんが言ってたけど、日本だとこんなに気持ちよく歩けないからなんか新鮮ですみたいなさ、だからあれねすごいみんなの共同作品みたいになってて、あれはいいきっかけだった。いいなーって思うぞいつも。もうローランドさんだ昔から好きで。いや嬉しい。昔から好きで、どのぐらいから好きだった？出始めの頃ってあったじゃないですか。あったね。何この人すげえみたいな。いやしかもこうふわーってやっぱその時は名言で一番取り上げられてて、この言葉出てくる人この世にマジでローランドさんしかいねえみたいなのがそんな言ってくれんの。踏み出してくれるから。誰よりもホストしてくれてんじゃん今。だから俺なんかあれなんですよ、自分にできないことできる人をどの職種でもめっちゃリスペクトしてて、だってこれできんのすげえなってそんな嬉しいこと言ってくれんの。毎回なるんですよ。でもその中でやっぱ求められる時もいっぱいある、その名言をやってる、同じ土俵にも立ってる人が死ぬほど活躍してるからより凄さを分かるというか、ああなるほどね。まあ競合が多い部門ではあるから、名言キャラだったりとかやっぱそこの位置って確立できないからなかなか。いやそんな嬉しいことを言ってくれた佐久間くんに、これは何？エルディアブロっていう、まあスペイン語かな、悪魔っていう意味のディアブロ。そうだよね。そうディアブロっていうカクテルなんですが、アニメによく出てくるディアブロ。ディアブロ出てきます。そんなエルディアブロなんですが、これザクロ入れると毒々しいさ色になるんだけど、ちょっとたまたまザクロなくて簡易的にディアブロって言われてるんだ。そう色ね、ザクロが入ってるから言われてるんだけど、ちょっと今日なかったんでテキーラとジンジャーエール作る結構簡単なカクテルなんですが、ザクロないんでホストクラブとかでもたまに出すんだけど、エルディアブルート
ちょっとちっちゃい小悪魔っていう意味のオリジナルのカクテル、エル・ディアブルート、小悪魔というね意味になります。ありがとうございます。小悪魔的な、まあさっくんの良さは後から褒めさせていただきますが、小悪魔的なそのなんか可愛さも俺はさっくんの魅力かなと思う。嬉しい。ありがとうございます。濃くない？大丈夫？飲みやすい。本当？で酒言葉とかもさ実はカクテルってあって、なんかこう門出みたいなさ意味合いがエルディアブロにあるのよ。だからなんかまあこうね映画主演もねされて新たな旅立ちみたいなとこも込めてね。確かに主演ね、なんかいやでもね、そうちょっとさね飲みすぎもあれだからちょっと一回水もね挟みつつ。これが大事なんですよね。そうだよね。あとこれがあるから美味しくお酒飲むっていう。わかる。やっぱ味わうとなんかその二日酔いのさこの狭間があるじゃん。なんかこうやってさ、こう羽目を外しすぎないのが大人っていう。そうだね。33の飲み方やっぱ合間にねこうやってちゃんと水もね。皆さんもうお水飲んでくださいね、さっと。確かにマジこんだけガチ飲みしてんのマジ見せたことないんで。そうだよね。いいなかなか俺嬉しい、こういうの見せれて。じゃあ褒めさせていただいてもいいですか？いやまずね、まあさっきのね話ともちょっと重複しちゃうんだけど、やっぱり俺は演者としてのさっくんを一言で表現してくださいって言われたらやっぱり俺はねどこまででもダンスだと思うんだよね。でさっきの話を聞いてたら俺は勝手に客観的に見てこの人って本当にダンス好きなんだなって思えるのよ、さっくんのダンスをしてたらね。で自分の一番の輝ける瞬間もダンスだって多分自認してやられてるんだなっていうのを勝手に見て思ってたし、で俺これ好きだからここまでできたんですかって質問したいってカンペに書いてあるんだけど、話聞いたらやっぱ質問する前に答えてくれたからよかったんだけど、そうやっぱそうだろうなと思って。でなんかさ、俺阿部ちゃんとよく仕事するし伊達ちゃんともさ特別な関係だからさ、やっぱさ彼らをまず最初にさ頑張ってるかなと思って見るわけよ。でもなんかさっくんを目で追っちゃうの。それなんでかってやっぱさ楽しそうに仕事してたりとか楽しそうに何かやってる人ってやっぱ魅力的だから、そういう面でいくとやっぱねついついさっくんのことを目で追っちゃう。でそれは本当に好きだからこそてか好きじゃなきゃ出せない空気感だから、俺はさっくんの良さは本当にダンスを心から愛してるっていうところが技術とかうんぬん抜きにして素人から見てもやっぱ楽しそうに何かをやってる人だからこんなに目で追っちゃうんだろうなっていう、なんかそこのマインドがまず一個俺はさっくんの良さなんだと思う。嬉しい。てかやっぱ洞察力やばいっすよね。いや俺好きになって見ちゃうのよ。嬉しい。やっぱね好きでしか仕事したくないって言ってた通り、全部をやっぱ好きだ楽しい今最高と思って生きてるよ。俺だからこれ多分あんまり言ったことないんですけど、俺いつ死んでもいいと思ってるんです。もうリアル一切の悔いはないと。本当に常に悔いなく生きようと思ってて、だから例えば今後やってみたい役とか、声優でもやってみたいアニメの役とかもあったりするのに、今死んでも今世最高に欲しいな。それ深いねっていうので、っていうマインドで生きてるんで。なかなかいないんじゃない？だって33でしょ。33でさ俺今死んだらもっとこれやりたかったなって思ってしまうしさ、なんかなかなかそこまでロックに生ききれないのよ。自分のやりたいことやってるつもりでもやっぱやらなきゃいけないこととやりたいことの狭間でさ動くじゃん。俺まだやっぱさ経営者の中でやりたくないけどやらなきゃなをやってしまってる人生の33年間なんか今死んだらもっとやりたいことあったなになってしまうのよね。でもやっぱりそれはやっぱりいろんな背負うものが大きい人だ。だってさっき見たけどめちゃくちゃ従業員いません？そうバックオフィスとかだけしかこのオフィスいないんだけど、俺この前たまたま総会したのね。マジですか？会社の総会を全社員を改めて正しい数字で見たのよ。その時に出てたのが1345だったの。1345ってなった時にそう背負ってんですか？正社員がその美容部門だけだからもっと他いるんだよ。実際1500人抱えてるなってなくない時に彼らの人生も同時に背負ってるんだなとかさ、その総会でその社員のご家族さんとかともちょっとなんかさご家族とかも目の当たりにして彼らにも大事に育ててくれた、ね、おやりさんがいらっしゃってで
それを背負ってるんだと思ったらやっぱさ、やりたいことだけをやる人生はまだ早いのかなって思ってしまうから、いやだから正直今死んだらちょっと後悔しちゃうんだよな。でもすごい。だって同い年でその人数束ねてるってやばいっすよ。いやいやいや、なんかでも本当たまもそうだし、自分が思ってた以上に会社がね大きくなっちゃったのもあるんだけどさ。でまあここでスペシャリテがやったこちらがフィレ肉のロッシーニ風というめちゃめちゃ俺の大好きな一皿で、この前さその、リニアロケをさやったじゃん。リニアモーターカーのね。そうソレスノで阿部ちゃんとの。その時になんか阿部ちゃんとさソレスのスタッフさんとさ貸し切りにしてうちの店で打ち上げしたのよ。あの写真もしかして2人で撮ってる？そうあれ？そうその時に阿部ちゃんがとこれ一緒に食べて、阿部ちゃんがマジで美味しそうに食べてくれてて、俺その時に休止したんだけど、まあその時の皿でございます。俺オタクなら舞鶴がささりげなく入手してた。なんかさ、なんか謎の母性がさ、俺母性あったんだと。俺阿部ちゃんに会って自分に母性が少しでもあることをだって思い出す。俺らあれですよね、アニオタ仲間ですよね。そうなのよ、それも後で話したいんだけどさ、いや確かまずはちょっと取り分けさせてください。やったー。しかもこっちも飯田子だ。そう、飯田川トマト煮、これもねうちのねレストランで看板メニューになってまし美て、味しそう。まあとにかく論より証拠なんで一回ねありがとうお食べいただいて、ナイフこもありれはますんで、まあまい。スプーンはいらないかな。フォークねフォーク借りて全然フォーク借りてこれフォアグラ切ってあげる。やった、フォアグラ大好き。ローランドがフォアグラを切るというそこんなロイヤルなことある？そこそこなパワーワード。ローランドとフォアグラ。ローランドが切ったフォアグラを食べてください。いや、いただきます。てかなんかこういうなんか細かいのもやっぱり、それをホストだからできるんですか？それともなんかもともとそういうなんかこういう細かいところだったりこういう所作も綺麗じゃないですか。本当？どっから来てる？いやあんまり意識したことない。ででも本当にカメラとか回ってなくても思うのは、なんか一緒に飲んで一緒に時間を共有した人はこいつだって楽しかったなと思って帰ってほしいなはマジであるのよ。すげえ。だから多分そういうところなんじゃない？ちょっと食べてみてください。いやマジで俺の母性をまた掘り起こさせてほしい。うわー楽しすぎるこれ。大好きお肉。ちょっといただきます。ローマジそれはロケの佐久間じゃないね。大丈夫？俺あれなのよ。なんか、この業界20年いるんだけど、でもうほんと10年ぐらい経って、改めて思ったのは、嘘つくのめんどくせえなと思ったんですよ。でもさ、芸能界って嘘つかな、まあそうなんていうの、ある程度リアクションしなきゃいけない瞬間もあるじゃん。ディテールとかってあるじゃないですか。ある。なんかそのディテールをわざわざ作るのってめっちゃめんどくさいなと思って、まあそうね。で今後、俺の人生の中でやっぱ長くいると思ってるんで、この業界に、ってなった時に、じゃあそのディテールじゃなく、素直な気持ちでテレビ出たら楽じゃねって。まあね、役作りをさ、気合い入れてやらなくてそのままの佐久間を出せるっていう。そうってなったら、テレビに出てる自分も裏にいる自分も一緒になって、どんどんそのボーダーがレスになってきて。なるほどね。じゃあ本当に今嘘偽りない純粋なさっくんとしてのリアクションをくれたんだ。俺が友達といる時もこれ。なるほどね。いやそれで言うと俺ね、褒めたいことリストにね、裏表のなさっていうのも結構ね入ってまして、なんかさっくんが嬉しい時って本当に嬉しいんだなと思わせる嬉しい顔してくれるのが、やっぱさ、友達、まあ勝手に友達だと思ってるんだけど、なんかファンでもあるから、さっくんを画面越しで見た時に、この人ってなんか演者として嬉しいじゃなくて本当に嬉しいをやってるんだなと思うと、やっぱそこもさ魅力的で、あとはその何事もその真摯なところ、本当に好きなことと自分がいいなと思うことしかやってないから、もちろん当然かもしれないけど、全ての仕事を本当にね楽しそうにしてるっていうのが、いろんな芸能人の方ってやっぱさ、さっきも言ったけど俺みたいにさ、やりたいことと、まあ、やりたくないけどやらなきゃいけないことの狭間の中でみんな葛藤してる中で、さっくんってこの芸能人の中で本当に好きを愚直に仕事に体現してるマジで珍しい人だったの。いや確かにそうなのかも。なんか結構自分の中ではそれが、もう自分の
芯みたいなものだったら当たり前の世界だと思ったけど、そう言われると確かにあんまりいないのかもね。いないと思うし、なんか本当になんかなんていうんだろう、俺本当素敵だなと思ったエピソードが、なんか大学の方とかもいまだに仲いいみたいなの仲いい。なんか当たり前に感じるけど意外といないと思ってて、デビューしたらさいろんな人に出会うしさ、いろんな関係値もできてくる中で、ちょっとこう警戒が入るからね。そうでその中でまあなんか逆に言うと警戒もあるけど華々しい世界でも同時にあるじゃん。なんかそこがさ魅力的に映ってしまう人もいると思うのよ。地元の関係値とかさ、その幼少期の関係値よりも、なんか華々しいその世界になんかこうどっぷりハマってしまう方もいる中で、さっくんは等身大のなんかその関係値を未だに大事にしてるのがすごく素敵だし、あとはさりげない気遣いとかで、俺が例えば初めてそれスノに出た時に、なんか、まあ、みんなさその名言とかを言った時のそのリアクションとか結構見てたの。どういうことどういうリアクションしてくださるの。面白い面白い。なんかさっくんは本当に喜んでくれたりとか嬉しそうに俺の名言聞いてくれてるのがすごく嬉しかったし、あとはなんかのアマゾンのロケかなんかで、なんか俺が足元から登場した時があったの。その時に俺の靴見て「これ YouTube で見てたやつだ」みたいなことを言ってくれたりとかのガチで見てたから、そのリアクションとか、まあ俺だったら同世代の出役の人の YouTube 見てたって悔しくて言えなかったりとか、そうなんかそういうことを多分俺だったら言えないなと思う中で、さっくんってそういう気持ちいいことを、しかもさあれスタジオじゃなくてワイプだったのよワイプで俺それ言えなくて、さっくんって本当にいい人なんだなって思った瞬間が多分そういう瞬間で、だからなんかその表裏のない素直なリアクションをしてくれるその等身大がやっぱね、俺らみたいなそのさっくんのパワー嬉しいのよ。なるほどね。めっちゃ面白い。そこの俺表裏のなさが、まあ、いろんな魅力ある中での、まあ、俺の中で思うさっくんの魅力の、まあ、大きい一つかなって。なんか俺の中ですね、なんとなく自分の中で決めてるのが、いいとか悪いとかを先輩後輩問わず、いいと思ったら絶対にいいって言いたいと思ってて、それがライバルであろうと思う。もうライバルであろうと、うわ良すぎて悔しいと思っても、めっちゃかっこよかったって絶対。それねできる人いない。本当ですか。なんかホストもそれこそさナンバーがさ如実に出るからさ、特に分かりやすいですね。同じ集団で仲良くしなきゃいけないよ、もちろんチームだからね。でもさそこにさ明らかにもう目に見て分かるように人気ランキングが毎月表示されるわけよ。いやーシビアっすよね。でしょ。だからさ1位だった時の2位のやつの偉業を心から俺は褒めてあげられなかった人生だったのよ。でさやっぱ出役になると比べられるし、ユニットとなれば必然的に横並びの中の順位ってさ、なんとなく出たりとかするじゃん。でもその時にメンバーの嬉しいことを本当に褒めてあげられたり、いいリアクションしてあげられたりとか、業界全体見ても、まあ同じ芸能界っていうクリエイター、まあライバルでもあると思う中で、俺になんかそういうリアクションをしてくださる。しかもまあ大手の事務所さんってさ、ホストだったら大きい隔たりある中でさ、バカにされても俺はしょうがない立場だと思ってる中で、そこのリスペクトとかを感じた時に、なんかこの人って本当に人として魅力的なんだなって思えたのよ。なるほど。いやでもマジで俺的には、ローランドさんって、なんでこんなすごい人が今まで見つかってなかったんだって俺思ってるんですよ。ってぐらいだって俺だったらそれ全然出てこないとか、なんか的を得てる以上を出してくるのが、なんかそこって俺的にそのやっぱもともとサッカーとかもやってて、負けず嫌いっていうのもあるし、常に高みを目指してた人っていうので、そこに繋がるのかなってなんとなく思ってて、ただやっぱそこを常にパコーン出してるって俺じゃできないから、マジでかっけえって。それは嬉しい。だからさっきできないことをできる人を尊敬するって言ったじゃん。それで言うと俺はできないことをさ、横並びの人を褒めるとか、もちろんダンスの好きな人も俺ダンスできないから、やっぱさそういうところも魅力的な一つなんだけど、やっぱなんていうのかな、まあ形容すると本当に言い方正しいか分からない、いいやつ感が出てるっていうところいいですね。なんだと思うよ。だからさっくんのことを好きになったきっかけってさ、多分いろんなファンの方っていっぱいあると思うの。舞台のなんかその一個の仕草がさ素敵だったなとかある中で、俺は本当にさっくんのこと素敵だなと思えた一番の瞬間は2個あるんだけど、その中の1個はワイプの時の俺のなんかその靴を見て、これ YouTube 見てんだよなって言った瞬間なのよ。嬉しい。本当に俺マジで、その YouTube いまだに覚えてるんですけど、
今まで買ったものとかの、ベストバイみたいなやつがちょっと、俺そこで、ローランドさんの言葉をそのまま借りてよく言ってるんですよ。何ローランドさんがその動画で言ってたのは、買った時に一番かっこいいものいらないんだよねって言ったんですよ。言ったわ。俺それ言ったわ。めちゃくちゃわかるんですよ、こっち。使い捨てにするのはあんま好きじゃないんで、エイジングも楽しめるバーキンかなっていう。ちょっと男が持つのはどうかみたいなのも言われたりしてますけど、一緒に年取れるっていうのはバッグ選ぶ基準かもしれないです。買った時が一番かっこいいものに僕魅力ないんですよ。あ、一緒なんだ。そうで、これだ、俺が思ってた気持ち、言語化するとこれなんだと思って。いや嬉しい。俺このセリフをプライベートで死ぬほど言うんですよ。めちゃめちゃそうなんだ。でもちゃんと俺これ、自分ではやっぱローランドさんの言葉を借りてるっていう自覚がちゃんとあるから、これ YouTube でローランドさんが言ってた言葉なんだけど、ちゃんとね、引用を持って絶対言う。そこなのよ。俺だったら、俺がさっくんのいい言葉を吸収してドヤ顔で言うときは、正直言った方がいいかなと思いつつ、これさっくんの受け入れなんだけどって言えない自分がいるのよ。言えちゃうのよ。これがさっくんの良さ。でもね、それはやっぱもうリスペクトがあるからですよ。嬉しいわ。やっぱすげえなって思って。そうだよ。いいもの使うとさ、例えばさ、俺このフォークとか自宅で結構いいもの使ってるのよ。新品の時ってやっぱもちろんピカピカなわけど傷一つないし、でもさ、傷をこう眺めていくとさ、なんか家でこういう食べ物食べた時にできた傷だなとか思いながら、鈍く光ってくどんどんね。そうそれがなんか魅力だなと思うから、そこ共感できる人ってあんまいないなと思ってたから嬉しいわ。なんかこう結構自分の中でよくメンバーとかにも話したりとか、これあんまり表でも言わないですよ。これあんま言ったことないんですけど、本当多分言ったことないな。マジで初だし、こんなくれんの？俺と亮太って最初の方グループなんとなくまとまりになる時に一言も喋んなかった。理解ができない存在みたいな。喋んないと必然的にそうね、理解は。だからなんかちょっとこう勝手に距離開けるの。普通に気持ちよくなってます。ありがとうございます。小田切ヒロさんみたいな。楽楽しかったわ。